Hello. Hi guys. Welcome back. Nice to meet you ということで、このポッドキャストではですね、私、ミツが日々気づいたこととか思ったことを自由に話していくポッドキャストでございますと。ここに特に深い話は、ございませんので、気軽にね、ゆっくりのんびりして聞いてくれたらいいなと思っておりますと。ですね、あのーこの前、友達がニューヨークから来てて、夜ご飯を食べに行って遊びに行ってた時の話なんですけど、ご飯を食べた後にロスフェリツっていうね、LA にエリアがあって、ちょっといい感じのバーとかね、レストランとか、古着屋とかあったりするエリアがあって、盛り上がってる場所なんだけど、そう、そこでね、ご飯食べた後に、スカイライトブックスっていうね、本屋さんがあるのよ。で、その本屋にね、寄ったんだけど、その時にね、あの、雑誌のコーナーがあって、で、そこにね、一組のカップルがいたんだけど、めちゃくちゃ大きい声で喋っててさ、なんか酔ってる感じではなかったとは思うんだけど、で、なんかね、一つ一つのマガジンに、なんかその男が、なんかね、コメントをしてんのよ。で、別に誰も聞いてねえのにさ、ずっと大きい声で喋ってて、で、しかも全部ネガティブな、なんか否定のコメントをしてんのね。でもすげえイライラしてて、俺が、なんか、この川見てよ、みたいな。で、これダサくねみたいな。誰が撮ったんだよ、とか。で、このマガジンは何だろうみたいな。で、それ、俺がちょうど見た時には、ゲイの雑誌を見てたのね。で、ケツばっかじゃんとかつって、これ見てみなよとかつって、彼女に見せたりとかしてたのね。で、彼女も、うわーみたいなこと言ってたの。なんか、二人とも30ぐらいみたいな。そう、なんかね、ヒップスターの格好をして、今時の感じっていうカップルだったけど、なんかさ、2026年にもなってさ、なんか、芸の雑誌ごときでなんかうわーとか言ってさ、なんか、すげえイライラしてたんだよね、その時。それ聞きながら。多分もともとその雑誌の仕事もしてたからかもしんないけどさ。で、なんか、あの一番ムカついたのはさ、二人とも見た雑誌をさ、投げるようにして、あの戻してたっていうかさ、テーブルに並べる雑誌を置いてるスタイルのところだったから、もう読んだらそのままパンで投げ捨てる感じ。なんかすげえ雑に扱っててさ、もうちょっと、本当に言いそうになった。久々に。なんか、いや、マジで誰もお前のコメント求めてねえしとか思いながら聞いててさ、聞いててか、聞こえるのね。で、いちいちなんかこのデザインがどうとかさ、話しててさ、で、その彼女もなんか、そうなんだ、みたいな。わかるみたいなこと言っててさ、マジでイライラしてた。本屋さん自体はいいのね。本屋さん自体はね、めちゃくちゃいい、すごく、いい本屋さんなので、そこに非はないんだけどもね、そこの、たまたまそのカップルがね、いて、そう、ちょっとですね、それをね、話そうかなと思いました。いろんな人いますよね。うん、いろんな人いる。この前、朝ごはんをね、食べに行った時ね、あのカウンターに座ってて、じゃあ目の前に席があって、目の前に座ってる男の人がいたのね。で、その人がね、オレンジジュースをね、頼んだんだよね。うん。
朝のオレンジジュースいいよね。俺もたまにコーヒーじゃなくてオレンジジュースを飲みたくなる時があるんだけど、まあまあ、それは、まあ、置いといてあの、その、オレンジジュースが来て、その人、何をしたかって言ったら、目の前に座ってたからね、こう、たまたまこう、目に入るっていうかさ、そうそう。別に観察してたわけじゃないんだけど、まあいいや、それで、その人がさ、砂糖の瓶を取ってね、何したかって言ったら、その砂糖をこう手のひらにかけてたのね。手のひらにかけて、ちょっとこう、砂糖をさ、手のひらに入れて、で、反対の指で、その砂糖をこう、こすってたの。こすってたっていう言葉なのかな、こう、炊いてたっていうのかないや、炊いてたってわけじゃないけど、こう、ラブしてたから、ラブだからなんだろう、こう、ね、こうまぶしてたのよ、指で。で、そしてその後に、その砂糖をオレンジジュースの中に入れてたんだよね。かけてたの。で、それから、ちょっとこう、カップをシェイクして、で、飲んでたのね。で、オレンジジュース甘いけどねと思いながら、でも多分その人別になんか、もう慣れてる感じでそれをね、もうルーティーンかのようにこうやってたのね。だから多分あの人多分、あの人というかまあね、その人、そうやっていつも飲んでるんだろうなと思ってね。なんかそういうのでもあるなと思って、なんか自分流みたいなの食べ方とかさ、飲み方とかあるなと思ってさ、なんか俺それでちょうど思い出したのが、今は、でも今でもやれるけど、子供の時に、多分今でもやるか。やるけど、みかんを食べる時に、もちろんみかんをそのまま食べる時もあるんだけど、俺が小さい頃よくやってたのはね、みかんを一回噛むのよ、先っちょをちょっと噛んで、噛むじゃん。で、噛んだ後に、醤油につけて食べるっていうのをやってたのよね。うまいのよ。うまいんですよ。なんかちょっとこう、さ甘甘みの中にちょっと酸味が出てきて、こう、ね、別にそんな深く考えてやってないけど、そうそう、醤油をつけて食べるっていうのをやってたのよね。で、俺はそれが普通だと思ってて、なんか俺だけじゃなくてみんながやってると思ってたんだけど、あの、人によってはね、みたいな、醤油？みたいな。そう。でも、そうね、それあったな。よくね、醤油をつけて食べてたな。なんか説明する時に、スイカを食べる時に塩をかけるのと一緒みたいな感じって言った時があったんだけど、友達に。でも友達は、いや、それとは別でしょみたいな。スイカに塩はなんかもう、あれじゃん。もう一般常識じゃなくてさ、もうみんながやる、大半の人がやる感じ。でも、みかんに醤油は、マジョリティではないよみたいな感じ。でも、やったことない人ちょっとやってほしいんだけど、うまいんだよね。あれって、ああいうのってさ、でもどうやって生まれるんだろうね。その自分でこう試しながらこう、この食べ方がうまいっていうのを発見する時もあるだろうけど、その俺だけじゃなくて私の家族がみんなみかん食べる時にたまに醤油をつけて食べてたから、もしかしたらちょっと深い歴史があるかもしれないんだけど、なんかありますかね、皆さん。なんか
自分流の食べ方というか、ソースとかもね、なんかいろいろこう、こだわりがある。なんかケチャップ派とかさ、ソース派とかいろいろあるじゃん。そうそうそう。その醤油つながりで言うと、俺は目玉焼きを食べるとき、よく俺はね、ソースと醤油を混ぜて、それをかけて食べたりしてたな。気持ち悪いなって思ってるのかな、今聞いて。みんケチャップ、ま、今はケチャップとか多いけど、ケチャップじゃない時があんだよな。うん。醤油と、あの、そう、マヨネーズを混ぜて食べる目玉焼き、美味しい。あとは何だろう。子供の頃あと好きだったのは、バターご飯みたいなやつも好きだったね。これは別に、なんか自分流とかじゃなくて多分やってる人いるんじゃないかなと思うけど、そのままご飯とさ、バターでちょっと醤油かけて、まあ、チンして、で混ぜて食べると。あ、バターじゃないわ。マヨネーズか。マヨネーズご飯か。いや、バターか。いや、マヨネーズだわ。どっちでもいいか。どっちでもいいけど。なんかそういうのもあったなと今思い出しました。はい。なんか、皆さんありますかね？なんか自分流？ちょっと自分何かを食べるときにこれをやるみたいな。他の人はやんないけどみたいな。はい。なんかね、それをちょっと今、それをちょっと考えてました。はい。まあね、今日はね、こんな感じですね。まあまあ、ね、いつも本当もう今これエピソードどれぐらいだっけ？ 10、11ぐらいなんだけど、本当にいろんな人が聞いてくれて、本当にとても、嬉しく思います。本当にありがとうございます。ね、こんなちょっとくだらない話なんですけどね、まあ、そういうのが、ね、そういうのがいいかなと思ってやってます。まあ、また、気が向いた時に聞いてくれたらなと思いますので、はい。じゃあ今日はこんな感じですね。うん。じゃあまた次回ですね。はい。それじゃあ、バイバイ。